こんにちは。武器屋の店主のフランです。この動画は字幕がありますので、各国の言語でお楽しみください。チャッス。私は勇者のゆうちゃんだよ。いや、紅茶がうまいですが。マーマイトうめえ。まるで英国淑女のようないでたちね。手入れされた綺麗な庭を眺めながら、紅茶とマーマイトをたしなむのがイギリス人の日常なのさ。優雅な生き方だよ。日本人の勝手なイメージなんですが、本当にイギリスの人ってそんな生活しているんですかね？イギリス人の体の半分は紅茶とマーマイトでできていると思っているよ。そうなのかな？というわけで、今日はイギリスのすごいライフルを紹介するわよ。イギリスのライフルですか？スーパーエキサイティンググレートワンダフルウルトラグレートのライフルよ。なんでグレート2回言ったの？リー・エンフィールドを紹介します。リー・エンフィールドか。名前は聞いたことあるぞ。1895年にイギリス軍の正式装備となったライフルです。1957年までイギリス軍歩兵の標準的な装備であり、20世紀の終わり頃まで軍で使用されていました。100年クオリティの有名なライフルですね。センチュリーモデルか。それはもう殿堂入りのレベルだね。リー・エンフィールドは合計で1700万丁以上が製造されました。これはライフルの歴史上トップ5に入る生産数となっております。トップ5ですと。そうよ。AK、マーザー98、モシン、M16 に次ぐ生産数となっております。相当な成功兵器というわけか。100年使われるだけの根拠があります。設計が優れており、非常に理にかなったアイデアで作られていたのです。そんなに優れているの？優れていました。リー・エンフィールドで特徴的だったのは相談システムです。兵士が戦場でライフルを持った場合、どう使えば効果的か、このことをよく考えて設計してあります。リー・エンフィールドを作ったジェームス・パリスリーは紛れもなく天才ですね。兵士が使いやすいライフルってことか。リーさんが作ったからリー・エンフィールドって名前なんだ。エンフィールドはイギリスの工場の名前だったかな。そうね。エンフィールドはロンドンにある町の名前です。リーが設計してエンフィールドの工場で作られたのでリー・エンフィールドという名前になりました。ふむふむ。リー・エンフィールドは1回の動画では説明しきれません。今回はリー・エンフィールドの誕生までの歴史と特徴について解説していきます。そんなに情報が豊富だったのか。そうなのよ。リー・エンフィールドの設計者はジェームス・パリス・リーという人です。リーの人生を追いつつ解説を進めていきます。ジェームス・パリス・リーは1831年にイギリスで生まれ、5歳の時にカナダへ移住しました。もともとはイギリス人なんだ。そうね。ただ、移住した当時のカナダもイギリスの支配下にありました。アメリカみたいにイギリス本国に反抗して独立することはなかったので、ずっとイギリス領でした。おう、なるほど。つまり、大英帝国の一部だったわけだ。そうです。1931年に独立するまで、カナダは大英帝国の一部でした。カナダで育ったリーは、幼い頃から銃火器に興味を持ち、12歳の頃に、初めて自分で銃を作ったそうです。12歳で、もうガンスミスの血が騒いでいたのか。そうよ。子供の頃に作った銃は、うまく動かなかったそうですが、大人になり、本格的なライフルを作る機会が訪れます。ちょうど29歳の頃、アメリカ南北戦争が起こったのです。また南北戦争か。武器の歴史上、避けては通れないターニングポイント。アメリカ軍のためにライフルを作ることになります。ウィスコンシン州で工場を作ったので、北軍のための武器かと思います。しかし、軍とのコミュニケーションがうまくいかず、失敗してしまいました。失敗したの？発注を受けた口径の大きさに食い違いがあり、作った銃が軍に却下されました。これで仕事を失ったリーは、ガンスミスから離れ、もともとやっていた時計職人の道に戻るのでした。時計の職人だったのか。でも、メカの構造とか、とても共通点がありそうだね。そうね。20世紀に近づくにつれ、銃火器の内部構造も進化します。時計職人で培ったスキルは、銃火器にも対応できたのでしょう。リーは、時計の仕事をしながらも銃への情熱を忘れず、再度銃器製作に挑戦することになります。ふむふむ。設計者のジェームス・パリス・リーはアメリカで銃火器の技術を磨き続けました。この後もアメリカ軍の装備のテストに参加します。そこで才能を買われてアメリカ軍からお金をもらって銃を試作していきます。
初めて成功したライフルが1879年に作ったライフルで、これがレミントンやシャープスライフルなどで製造されました。M1879 レミントン D という名前で販売されたライフルです。レミントンで、リーの最初のライフルが販売されたのか。最初はシャープスで製造されますが、シャープスは倒産してしまいます。その後は、レミントンが生産を引き継ぎました。シャープスライフルはこのタイミングで倒産したんだね。M1879 はボルトアクションの連発銃です。これは非常に画期的なライフルでした。世界初の脱着式ボックスマガジンになっています。脱着式ボックスマガジン。現代の軍隊では一般的な装備になっております。弾切れになったらマガジンを交換して補給するんだね。そうね。一般的に映画やアニメなどで見られるシーンですね。これはリーが発明したんだ。そうよ。現代では一般的ですが、当時としては革新的でした。このような脱着式マガジンのライフルは他にはありません。まだチューブラーマガジンとかが使われている時代でしょ？そうなのよ。第二次大戦までストリッパークリップを使って装弾するのが普通でした。ストリッパークリップはマウザーが発明した技術だ。リーはチューブラーマガジンの弱点をよく知っていたので、独自の装弾システムを発明したのです。このシステムは20世紀半ば以降の主流となっていきますが、この時は知る由もありませんでした。ライフルの脱着式ボックスマガジンが一般的になるのは第二次大戦が終わった後です。時代を先取りしすぎている。M1879 は改良を加えられ M1885 が完成します。しかし M1885 は黒色火薬用の銃だったために無煙火薬が登場すると早々に生産がストップしました。そういうことか。しかし実は1884年にはリーの次の作品であるリー・メトフォードが完成していたのです。リー・メトフォードは1888年イギリス軍の正式装備となったライフルです。ついにリーの銃がイギリスの正式装備になったのか。当時のイギリス軍は非常に先見の明があったと思います。イギリスは早くからリーの才能に目をつけていました。リー・メトフォードはイギリスのエンフィールドで開発が始まり、1884年には完成していたのです。正式装備になる4年前には完成していたんだね。リー・メトフォードを正式装備にするため、改良が加えられていきました。リー・メトフォードは、8発装填のボルトアクションで、カートリッジは303ブリティッシュです。それまでイギリスの正式ライフルだったマルティーニ・ヘンリーに代わって正式装備となりました。メトフォードという技術者が関わったので、リー・メトフォードという名前ですね。マガジンリー・メトフォード、通称 MLM と呼ばれることも多いです。1895年にリー・エンフィールドが登場するまでイギリス軍の主力武器でした。95年でリー・エンフィールドってことは、メトフォードはすぐに使われなくなったってことか。リー・メトフォードは黒色火薬用のライフルでした。まだイギリスでは無煙火薬のカートリッジが完成していなかったのです。なるほど。そういうことか。黒色火薬用のライフルなので、リー・メトフォードは短期間で製造が終わったのですが、かなり進化したライフルとなっております。リー・メトフォードを無煙火薬に対応させて再設計したものがリー・エンフィールドです。リー・エンフィールドの基礎になったライフルなんだね。じゃあ、基本的な技術はリー・メトフォードで完成していたってことなの？そういうことになります。リー・メトフォードの特徴ですが、まず、ボルトアクションの操作の簡略化と操作速度にこだわっていました。ボルトの回転操作が、マウザーが90度の回転だったのに対し、リー・メトフォードは60度の回転でした。30度分、回転操作が速くなるのか。また、ボルト操作のレバーを体に近い部分に配置することで操作しやすくしたのです。さらに、レバーと引き金の距離を短くしました。親指と人差し指でレバーを操作し、中指で引き金を引くことができます。いちいち手の位置を変えなくても、素早く操作して撃てるんだね。しかも、ボルトの回転操作でサイトを遮断することがありません。狙撃手は、ターゲットをサイト内にロックオンし続けた状態で、ボルト操作ができたのです。めちゃくちゃ考えて作られているんだな。実戦で使いやすいような設計に改良されていたんだ。1886年のフランスのルベルと、1888年のドイツのゲベア88の映像がこちらです。ボルト操作でサイトを遮ってしまいます。確かに。これじゃあロックオンが外れてしまうね。さすがに、1898年のマウザー98やアメリカの M1903 は、
ロックオンできる仕様になっています。ボルトのレバーを曲げて、サイトの遮断を回避したんだね。このボルトアクションの仕組みは、リー・エンフィールドにも継承されます。イギリス軍のリー・エンフィールドの速射性能は、第一次大戦でマウザーを持ったドイツ軍を驚かせることになるのです。あのボルトアクション界のレジェンド、マウザー様を驚かせたの？マウザー様も驚く発射速度だったのです。ドイツ兵は、リー・エンフィールドをマシンガンだと勘違いしたほどでした。なんと、実は、ボルトアクションライフルで最も速射性能が高いのがリー・エンフィールドです。マットミニットという速射競技において、リー・エンフィールドがボルトアクションの世界記録を保持しています。マットミニット。もともとはイギリス軍の兵士の訓練プログラムです。270メートルの距離にある30センチの的に対して1分間にどれだけ命中するかを競う競技です。リー・エンフィールドは1分間で38発命中させました。これが現在、ボルトアクションの世界記録になっているのです。そんなに早く撃てるのかよ。そして、リーの脱着式マガジンですね。このマガジンは非常に進化していました。1892年、リー・メトフォードのマガジンをスタッカードコラムに改良します。スタッカードコラム。スタッカードとは、自撮り足のことで、こういう2列構造にしたのです。おう、互い違いに配置することで無駄なく弾を詰められるのか。最初は1列のシングルコラムでした。スタッカードコラムを採用したことで、装弾数は10発になりました。これは、他の国の最新ライフルと比べても、装弾数が多いです。マウザーとかのシンナガンは5発だったね。そうね。10発装弾できるのは有利でした。しかも、スタッカードコラムによって軽量化もされたのです。なるほど。チューブラーでもないのに、10発も装弾できる利点があるってわけか。これは理にかなった構造だね。スタッカードコラムは現代で一般的になっていますが、これもリーが発明したものです。リーやばいな、天才すぎる。装弾数の豊富さは、リロード回数を減らし、発射効率を高める効果もあります。装弾数の多さが速射性にも影響しているんだね。装弾の方法は、かなり工夫がされており、3種類の装弾方法がありました。1つ目は、脱着式マガジンを活用し、マガジンごと交換して装弾する方法。2つ目は、ストリッパークリップで装弾する方法。3つ目は、手動で1発ずつ装弾する方法です。1発ずつ装弾することもできるんだね。そうよ。ちなみに、イギリスでは、ストリッパークリップのことを、チャージャーと呼びます。そうだったのか。そして、リー・メトフォードは、マガジンを取り外しても、1発ずつ装填して撃つこともできます。マガジンを外しても撃てるのか。マガジンを外せば、単発銃としての運用が可能です。集団陣形で撃つ場合は、弾の消費を抑えるために、1発ずつ装填して使うこともあったそうです。省エネだ。このように、いろいろ優れた点はありましたが、リー・メトフォードは黒色火薬用です。このリー・メトフォードの優れた点を継承し、無煙火薬に対応して、1895年に完成したのが、リー・エンフィールドです。ついにリー・エンフィールドが。リー・エンフィールドは、リー・メトフォードを純粋進化させたライフルです。カートリッジには、1891年に開発した無煙火薬の303ブリティッシュを使用します。マガジンやボルトアクションの仕組みは、リー・メトフォードを引き継いでいます。最大射程は3キロくらいですね。3キロって絶対に当たんないでしょ。リー・エンフィールドにはバリエーションが多数ありますが、最初のものは MLE と呼ばれました。マガジンリー・エンフィールドのことですね。ともかく、最速で最高なボルトアクションが完成したってわけだ。そうね。でも実は、ジェームス・パリス・リーが発明した脱着式マガジンは、そもそもあまり歓迎されていなかったんです。軍には歓迎されなかった。こんなに革新的で便利なのに。革新的すぎて、軍隊の理解を得られなかったのです。どういうことだ？2つの理由があります。1つ目は、マガジンを作るのにコストがかかる。2つ目は、脱着式マガジンは、ストリッパークリップ、チャージャーで装弾するのと、装弾速度は変わらない。コストと装弾速度か。マガジンを作るのにコストがかかるので、軍は難色を示したのです。空っぽになったマガジンは、戦場で兵士が捨ててしまう可能性もありました。確かにそれは困るね。戻って拾ってこいって上官に怒られてしまう。当時の技術では、マガジンを大量に作って兵士に配るのは大変だったのです。だから、マガジンを交換できるのに、兵士は予備のマガジンを1つしか持っていませんでした。
つしか持ってないのかよ。そうなのよ。でも、一つしかなくても問題はありませんでした。チャージャーを使っても相談速度は十分に速かったからです。あ、そういうことか。マガジンを交換しても、チャージャーと相談速度は変わらないんだったね。リー・エンフィールドにはいつでも弾薬の補充ができる利点があります。しかし、他の国のライフルはマガジンが空っぽになるまで撃ち尽くさないと弾薬の補充ができませんでした。これはイギリス軍にとって大きなアドバンテージでした。どういうこと？イギリス軍は兵士に5発分のチャージャーを持たせていました。10発装弾が可能なライフルにあえて5発チャージャーを持たせたのです。これはマガジンに弾薬が残っている状態でも補充を可能にするためです。全弾を撃たなくても弾薬の補給ができるってことか。そういうことね。マガジンの残弾がゼロになる状態を少しでも回避するためです。もし10発分のチャージャーしか支給していなければ、10発撃ってマガジンを空にしてから弾薬の補給をすることになるわね。イギリス軍もなかなか考えて運用しているんだね。残弾が5発以下ならいつでも補給できるな。そういうことよ。兵士たちは5発撃ったら補給するという訓練を受けていました。しかし、緊急時には10発すべてを撃つこともできます。柔軟な使い分けができるんだね。例えば、マウザーやモシンナガンは5発装弾が可能なライフルに5発のチャージャーを持たせていました。5発を撃ち尽くさないと次の5発の装弾ができません。つまり、マガジンに残り1発しかない状態でもそのまま持ち歩くことになります。残り1発を撃って、マガジンを空にしてから補給するんだね。ということは、大量のゾンビが押し寄せてきても、1発撃って空にしてからリロードしなきゃいけないんだ。ゾンビが来る前には満タンにしておきたいのに。リー・エンフィールドなら残弾1発の状態でも5発を装弾して残弾6発でゾンビに備えることができるわね。これは頼りになる。これがイギリス軍の10ラウンド5チャージャー戦術でした。装弾数の多さを活用した戦術ですね。賢すぎる。こういうわけで軍が難色を示したマガジンの交換はそこまで大きな問題にはなりませんでした。ストリッパークリップが使えるなら全然問題ないってわけだ。そして軍が脱着式マガジンに難色を示した2つ目の理由、装弾速度についてですが、これは装弾数の多いライフルが登場したことで価値を持つようになります。例えば20発分のストリッパークリップを使うのは現実的ではないということね。でかすぎるわ、こんなもん。20発分ってめっちゃ長いストリッパークリップになるね。長すぎて装弾が大変そう。そういう理由で装弾数の多いライフルは脱着式マガジンになったのです。これは第二次大戦が終わった後の話になりますけどね。なるほど、そういうことか。装弾数が5発とか10発だったら、ストリッパークリップを使えば十分に対応できたってことなんだね。そういうことね。リー・エンフィールドのマガジン交換も、実は清掃のためだけに使われていました。マガジンを交換するメリットは特になく、戦闘中に交換することもあまりなかったのです。マガジンの交換が役に立つのは、マガジンが壊れた時くらいでしょうか。やはり人類には早すぎた発明だったのか。拳銃やサブマシンガンは、脱着式マガジンが早い段階から使用されました。しかし、ライフルでは、まだまだ先の話になるのです。武器屋のお姉さん。リー・エンフィールドについては、一旦ここで区切ります。別の回で続きをやります。さすがトップ5に入る銃だ。内容が濃いぞ。設計者のジェームス・パリス・リーは1904年に亡くなりました。リー・エンフィールドが正式装備になって9年後ですね。その間、ボア戦争や植民地での戦闘でリー・エンフィールドの活躍を見届けることができました。自分の作ったライフルが活躍するのを見れたんだ。しかし、20世紀の100年間を現役で活躍するとは思わなかったかもしれません。アップデートの激しい銃火器業界で生き残り続けたリー・エンフィールドは優れたライフルだったのです。さすが大英帝国の科学力だ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。